今日は人生の折り返し地点である50代のあなたへ、あなたの脳内に潜む闘志を拒絶する悪魔の正体と、その悪魔に従い続けた先に待つ残酷すぎる二極化する老後について、行動経済学と心理学のメスを入れて徹底解剖します。そして動画の最後には、なぜ我々は投資をしなければならないのか、その答えを魂を込めて結論付けます。単刀直入に言います。もしあなたが投資なんて怖くてできない、現金で持っているのが一番安心だ、そう信じて投資から逃げ続けているのなら、あなたは今自分の脳が仕掛けた現状維持という名の心地よい、しかし知性の高い罠に完全にかかっています。その罠の中であなたは、自分は慎重なだけだ、堅実な生き方をしていると自分を正当化しているかもしれません。しかし残念ながら、資本主義の現実はそんなあなたの言い分を一切聞き入れてはくれません。20年後、投資をしてきた人としなかった人の間には、同じ人間とは思えないほどの絶望的な格差が生まれているでしょう。ようこそお金と自由の航路へ。船長です。今画面の向こうで、船長、脳の穴ってなんだ。俺は自分の意思で現金を選んでいるんだ。心理学なんて関係ない。金がないからやらないだけだ。そんな反論の声が聞こえてきそうです。いいえ、断言します。あなたが投資をしない理由は、資金がないからでも知識がないからでもありません。あなたの脳に刻まれた本能が邪魔をしているからです。今日は、なぜ人間は投資をこれほどまでに恐れるのか、そのメカニズムを行動経済学の視点から紐解き、投資しない人がたどる悲惨な末路と、そこから脱出するための脳の書き換え方について、余すところなくお話しします。この動画を見終わる頃には、あなたの目の前にかかっていた恐怖というフィルターが外れ、なんだ、投資をしない方がよっぽど怖いじゃないかと、世界がまるで違って見えるはずです。ぜひ最後までご自身の脳と対話しながらご覧ください。さて、本題に入りましょう。まず、あなたが投資に踏み出せない最大の元凶、その正体を暴きます。行動経済学には、プロスペクト理論という非常に有名な法則があります。これは、ノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマンが提唱したもので、人間の損得に対する感じ方の歪みを説明したものです。簡単に言うと、人間は得をする喜びよりも、損をする痛みの方を約2倍から 2.5 倍も強く感じるという性質を持っています。例えば、道端で1万円を拾った時のやったという喜びの大きさを数値でプラス10だとしましょう。では、財布から1万円を落としてしまった時の最悪だというショックの大きさはどれくらいだと思いますか？マイナス10ではありません。なんとマイナス20からマイナス25もの精神的ダメージを受けるのです。同じ1万円なのに失う痛みは得る喜びの2倍以上なのです。これがあなたが投資を始められない本当の理由です。投資には必ずリスクがあります。一時的に資産が減ることもあります。あなたの脳はその減るかもしれないという痛みを過剰なまでに恐怖し拒絶しているのです。儲かるかもしれないという期待よりも損するかもしれないという恐怖が勝ってしまうため、あなたの脳は防衛本能としてやめておけ、動くな、現金のままでいろと強烈な指令を出しているのです。これを損失回避性と呼びます。あなたは臆病なのではありません。人間として正常な脳の反応をしているだけなのです。さらに、ここにもう一つ厄介なバイアスが加わります。それが現状維持バイアスです。人間は変化を嫌う生き物です。未知のことに挑戦して失敗するよりも、今のまま何もしないことを好みます。たとえ
今の状況が徐々に悪化していたとしても、変化することへの恐怖が勝り、今のままでいいやと自分を納得させてしまうのです。これが、いわゆる、ゆでガエルの状態です。水温が徐々に上がっているのに、飛び出すという決断ができず、現状維持を選び続けた結果、最後には湯で上がって死んでしまう。50代で投資をしていないあなたは、まさに今、このゆでガエルの鍋の中にいます。そして、その鍋の水温は、インフレという名の火力によって、確実に刻一刻と上昇しているのです。ここからが、さらに残酷な話になります。あなたが、プロスペクト理論と現状維持バイアスに従い、投資をしないという選択をし続けた場合、20年後の未来はどうなっているのでしょうか。現金で持っていれば額面は減りません。1000万円は1000万円のままです。あなたの脳は損をしていないと安心するでしょう。しかし現実は違います。インフレによりお金の価値が下がっています。今の1000万円で買えるものが20年後には600万円分、700万円分しか買えなくなっている。実質的な価値は3割も4割も目減りしているのです。これはあなたの脳が最も恐れていた損失そのものではありませんか。投資で一時的に株価が下がるのは変動ですが、インフレで現金の価値が下がるのは確実な損失です。投資をしない人は損をしたくないと願いながら、実は確実に損をする道を自ら選んで歩いているのです。そして老後を迎えた時、本当の地獄が待っています。年金は減り、物価は上がり、貯金の実質価値は下がっている。生活水準を維持することは不可能です。どうするか。働くしかありません。75歳になっても、80歳になっても、雨の日も風の日も、痛む腰をさすりながら、警備員の制服を着て、工事現場に立ち続ける。あるいは、深夜のコンビニで、若者に怒鳴られながらレジを打つ。これは、映画の話ではありません。今の日本で、実際に起きている現実です。この時、あなたの心には、認知的不協和という心理が働きます。これは、自分の行動と現実の矛盾を解消するために、無理やり都合の良い解釈をすることです。俺は働くのが好きなんだ。投資で楽をして稼ぐなんて、卑しいことだ。製品こそが美徳だ。そうやって自分に言い聞かせなければ、自分の惨めな現状を受け入れられないからです。これをイソップ童話になぞらえて、酸っぱいブドウの心理と言います。手に入らなかったブドウを、あれは酸っぱくてまずいんだと決めつけることで、自分のプライドを必死に守ろうとするのです。これこそが、投資をしない人がたどり着く、精神的な敗北の姿です。お金がないこと自体も辛いですが、自分を騙し続けなければ生きていけないことこそが、人間の尊厳を奪う、最も残酷な罰なのです。では、一方で、これらの脳のバグを乗り越え、50代から投資を始めた人の未来は、どうなっているでしょうか。彼らは、特別な才能があったわけではありません。ただ、損失回避性や、現状維持バイアスに気づき、それを理性でコントロールしただけです。損をするのが怖いのは脳の錯覚だ。何もしないことこそが最大のリスクだ。そう理解し、勇気を出して最初の一歩を踏み出したのです。彼らが手にする武器は、複利という人類最大の発明です。アインシュタインが人類最大の発明と呼んだ複利は、時間をかければかけるほど雪だるま式に資産を増やします。50代からでも決して遅くはありません。今の50代は人生100年時代の折り返し地点に過ぎないからです。例えば50歳から新NISAで毎月5万円を年利 5% で運用したとします。20年後70歳になる頃には元本1200万円に対して資産は2055万円になっています。855万円もお金が働いて稼いでくれたのです。さらに
毎月10万円積み立てれば、資産は4100万円を超えます。老後に1000万円問題など、とっくに解決しているのです。この資産がもたらすものは、単なる贅沢ではありません。ブランド物のバッグや高級車を買うためのお金ではありません。それはオートノミーです。心理学用語で、自分の行動を自分で決定できる能力のことです。嫌な仕事なら断ることができる。体調が悪ければ休むことができる。会いたい人に会いに行ける。子供や孫に援助をしてあげられる。しなければならないという強制から解放され、したいからするという選択権を持つこと。これこそが人間が幸福を感じるための最も重要な条件なのです。投資をしてきた人は、この自分らしく生きるためのチケットを20年かけてコツコツと手に入れたのです。彼らはスーパーで値上がりした値札を見ても動揺しません。インフレ、私の資産も増えているから大丈夫と心に余裕を持てます。暴落が来てもパニックになりません。プロスペクト理論のは何はまらないぞと自分の感情を客観視し冷静に対処できます。この精神的な余裕こそが老後の顔つきを変え、言葉を変え、人間関係を変えます。お金持ちだから幸せなのではありません。自分で自分の人生をコントロールできているという感覚が人を幸せにするのです。では、あなたが今からこの投資する側に回るためには具体的にどうすればいいのでしょうか。脳のバグをハックする具体的なアクションプランを3つ授けます。1つ目、現状維持バイアスを壊すために今日、今すぐに小さな一歩を踏み出すこと。証券口座を開設する、それだけでいいです。人間は一度動き出せば作業興奮という心理作用でやる気が出てくる生き物です。まずは物理的に動いて脳のストッパーを外してください。2つ目、損失回避性を逆手に取ること。投資で損をする恐怖ではなく、投資をしないことで将来失う機会損失に目を向けてください。今やらないと将来に1000万円をドブに捨てることになる。そう考えることで脳の損をしたくないというエネルギーを投資をするという行動に転換するのです。3つ目、感情を排除する仕組みを作ること。毎月自動で引き落とされて積み立てられるクレカ積み立て窓を設定してください。人間の意志力は当てになりません。相場が下がれば怖くなり、上がれば欲が出ます。そんな感情の入り込む隙間を仕組みで強制的に塞ぐのです。買うべき商品は全世界株式オールカントリー、これ一本で十分です。世界中の企業の成長、人類の進歩にあなたのお金を乗っけておくだけです。さて、最後に本日の最も重要なテーマ、なぜ我々は投資をしなければならないのかについて3つの結論でまとめたいと思います。ここだけは必ず覚えて帰ってください。結論1、自分自身を守る盾だから。現代社会においてインフレは避けて通れません。現金だけを持つことは無防備なまま戦場に立つことと同じです。投資はあなたの資産価値をインフレから守る唯一にして最強の盾なのです。自分と家族を守るために装備してください。結論2、時間を味方につける魔法だから。私たちは皆平等に老いていきます。労働力は必ず衰えます。しかし投資は年を取りません。あなたが寝ている間も遊んでいる間もお金は働き続けます。自分が働けなくなった時、代わりに働いてくれる分身を作ること、それが投資の本質です。結論3、人間の尊厳を守るため、これが一番伝えたいことです。お金がないと人は選択肢を失います。選択肢がないと人は誰かに従わなければなりません。嫌な仕事、理不尽な扱い、惨めな生活、それらを拒絶し胸を張って生きるための力、それが資産です。
投資とはお金儲けではありません。あなたの人生の主導権をあなたの手に取り戻すための独立宣言なのです。50代のあなたへ。これからの人生は誰かが保証してくれるものではありません。国も会社も子供もあなたの老後を完全には守れません。あなたを守れるのは今日行動を起こしたあなた自身だけです。20年後、鏡に映った自分を見て、よくあの時勇気を出してくれたと感謝できるような選択を今日してください。老後格差の底辺で酸っぱいぶどうをかじり続ける人生か、豊かさと尊厳を持って自分の人生を謳歌する人生か、鍵はあなたの手の中にあります。あとはその鍵を回すかどうか、それだけです。このチャンネルではこれからも行動経済学や心理学の知見を交えながら、50代からでも間に合う賢い資産形成術を本音で熱く発信していきます。感情の罠に負けたくない方、自分の力で最高の老後をデザインしたい方、ぜひチャンネル登録をして私と一緒に自由への航海へでかけましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。